今、中国は台湾人10万人に自国の国民証をばらまいているそうです。それがあると中国国民として様々な恩恵を受けられるそうです。今後中国がとにかく台湾との間でドンパチを起こし台湾にいるこの10万人の自国民を守るという大義を利用して擁立するみたいなシナリオですが、ひろきさん、台湾侵攻どう思われますか？ただ強硬政策をしないでじわじわといったとして結果としていけるよねっていう。一応香港は軍隊は動いてないんですよね。軍隊一応動いたけど、軍隊が人を殺さえやらなくて、もう社会システムとして諦めるしかないっていう構造に持ってったので、なので中国としてもどちらかというとそれぐらいで戦争的な行為をしないで台湾を持っていくっていうのを考えてるんじゃないかなと思いますけど、ロシアは普通にウクライナに入って人を殺すっていう虐殺をやったので、あのパターンはやらないんじゃないかなと思います。文化的なものだと思うんですけど、ロシアというよりはプーチン大統領の考え方なんですけど、中国って物事を長期的に考えるんですよね。中国という覇権国家が長期的にどうしたら得かという視点で結構考えるので、下手にここで戦争を行うよりも、むしろじわじわと中国シンパを増やす。中国の会社が台湾に投資して、で台湾の人たちも中国についた方が得なんじゃねって思う方にするっていう割合を増やしていくっていう形なんじゃないかなと思います。ただ最後は全員が全員納得するわけではないので、残り3割になったら強硬的な軍隊派遣をしてっていうのはあるかもしれないですけど、ただ虐殺をして変えようみたいなロシアみたいなことはやらないんじゃないかなと思います。ひろゆきさんから見て今と昔でネット文化の変わったところありますか？ネット文化が主流になってしまったことですね。今炎上という言葉で言われるんですけど、2チャンネル時代って祭りという言葉で使われたんですよ。ネット上の文化で、例えばじゃあそのネットランナーっていう雑誌が中国のロボット面白いよねみたいなので実したとしても、これってネット文化がわかる一部の人たちが楽しんでる中で、一般の人たちというのは全く興味がなかったんですよね。一般の人たちが面白いよねっていうのと、ネットの人たちが面白いよねというのは完全に分かれてたんですよ。ところがどっこい、今若い人たちがインターネットしか見なくなっちゃったんですよ。要するにテレビを見ません。ラジオも聞きません。雑誌も買いません。新聞も読みません。なので、若い人たちの主流なメディアがインターネットになってしまったんですよ。で、これの若い人たちっていうのが20代、30代、多分40代も今はもう主要なメディアインターネットなんですよ。テレビは、確かにたまに見るよねみたいなので、じゃあ毎日テレビ見てますかっていうと、もう毎日テレビ見る人あんまりなくて、じゃあ YouTube 毎日見てますとか X 毎日見てますとか、ネットがメインになっちゃったんですよ。なのでネット文化というのが主流文化になってしまったというのが多分変わったところで、僕今言葉遣いとしてなってしまったという表現をしてるんですけど、これ僕社会にとってあまりよろしくないと思ってるんですよ。結局インターネットというのはコントロール可能なんですよね、外国が。例えばじゃあトランプさんの第一次の選挙の時に外国がお金を払って Facebook でユーザーの投票行動をコントロールしたのではないかというのを言われていて、やってましたっていうのをケンブリッジアナリティカという会社が自白してたりとかもあって、人間の行動というのをメディアをコントロールすることができると、やっぱり人間のコントロール可能なんですよ、メディアをコントロールすることで。ただテレビ局とかラジオ局とか雑誌とかというのはあくまで日本の法律と省庁の監督下にあるので、やらせないとかコントロールができるんですよ。これ流しちゃダメとか。でもインターネットというののコントロールは日本はできません。なので日本の人たちの主流メディアがインターネットになってしまった時点で、日本人としてこういう情報をコントロールした方がいいよねは不可能なんですよ。例えばじゃあ今20代30代の人で無修正の動画を見たことない男性どれぐらいいますか？ほぼゼロだと思うんですよ。でも日本の法律上無修正の性的な動画というのは流通させてはならないというルールで、そういう文化を維持しようとしている国なんですよ。流通をさせないという国にしたいです。そういう文化にしたいですっていうのは日本人の総意として法律を作ってるんですけど、もうこのコントロールは不可能なんですよ。なのでじゃあ日本人の文化、日本の法律はこうしたいよねっていうものがもうコントロール不能になっちゃうんですよね。っていうのが果たして良いのかっていうと、
まあもちろん良い面もあるとは思うんですよ。僕も無修正見てるからね。だからただで無修正見れる社会の方がいいよねとは思うんだけど、でも果たしてこれが大多数が思う正しいのかっていうとどうなのっていう話もあったりするので、なのでなんかね、みんながみんな欲望のままに生きる社会どうなのとか、外国にコントロールされてるのはどうなのっていう話なんですけど、はい。うつ病休職中26歳でしょ。ですね、私の X のタイムラインには自己石破を非難するポストが多く流れてきます。一方で自己石破をよいしょとするようなポストもたまに流れてきます。ポストに行くの卒先を見たりしますが、本なのか何か楽しいのか分かりません。こういったポストのストレスの原因の一つと思ってますが、政治に対する興味を失ってしまうのが怖いです。一旦タイムラインをネタポスで埋め尽くすのありですが、また情報の見極め方は、ツイッターの場合は自分がフォローしてる人の情報だけ流すというモードもあるので、そういう政治的なものを流さない人だけをこうフォローしてそういう社会を見るっていうのもありじゃないかなと思います。なので自分のコントロールっていうのができるので、あとブロックしまくるっていう形でなんとかすればいいんじゃないかなと思います。いやこれさ、だから僕もそうなんだけど、自分がフォローしてない人のも流れてくるモードあるじゃないですか、 X の。あれのさ、エロ漫画率僕高いんですよ。で、これが僕がエロ漫画クリックしてるわけじゃないはずなんですよ。僕はツイッター上のエロ漫画クリックしないんですよ。興味ないから。別にエロ漫画見たいときはエロ漫画サイト行くから。でもなんかね、エロ漫画異常に多いのよ。で、これが X のせいなのか、僕のせいなのかが分からなくて、だからいいねしてないのよ。僕してないのよ。嫁もクリックしてないのよ。してないと思うんだけど、なんかさ、アルゴリズムで出てるとかさ、言われたらさ、僕がエロ漫画見てるせいだから出てるみたいになるから、あんまり人前で言えなかったのね、今まで。エロ漫画出る率高いんだけど、これ何なのっていうのが言えなかったんだけど、ついでに今言ってるんだけど、僕エロ漫画クリックしてないはずなんだけど、だからよろしくねえなと思うんだけど、どうなんでしょうね。はい。で、僕こういうのもクリック一切しないのよ。そういうの出てほしくないから。でも出るからさ、これだからアルゴリズムのせいじゃないんじゃねと思ってるんだけど、でもおかしくない？だからこれ僕のせいなのか、日本中の人が同じようなもの流れて嫌な思いをしてるのか、どっちなのかすごく知りたいんだけど、これ言い訳って言われるからどうなのって思ってるんですよ。はい、すいませんでした。台湾在住だった父が台湾が不穏だということでタイの白茶に引っ越しました。台湾侵攻は早まると思いますか？アメリカの海軍大将かなんかの人が5年以内に起こる確率が 70% とかしたのかな。でやっぱりその起こらないと断言できる人はいないと思うんですよ。2、30% の割合で起こる可能性があるよねって考えるのであれば、2、30% で自分たちだったり自分の家族に被害があるんだったら、それは避けた方がいいよねっていう人が増えれば増えるほど確率は高くなるんですよね。なので結構僕は起こってもおかしくないなというポジションでいます。はい、日本は核を保有していませんが、本気で戦争にかかれば1年ほどで作れるので核保有国であるという話を聞いたのですが、ヘロクさんどう思われますか？また核を保有したとしても沖縄などが攻められない抑止力が果たしてなるのでしょうか？ぜひご意見聞きたいです。2、3年で作れる説とかあるんですけど、説なんで実際作れるかっていうと僕は作れないんじゃないかなと思うんですよね。核を作ろうぜって言ってそのための予算が日本作れないと思うんですよね。外国に対してこれから核ミサイルを作りますとバレないように、多分じゃあ3000億円ぐらいの予算を取りますっていう時点でどんな名目にするか。で防衛庁でもこの兵器にお金使いますとかやっぱり細かく突っ込まれるじゃないですか。戦闘機1機買うかどうかでこうああだこうだ言うので、3000億で作れるかどうか分かんないですけど、3000億ぐらいで原爆ではない形で予算を取って、でそれにじゃあ原子力学科の先生とか原子力関係の東京電力とかいろんな技術者とかのスタッフがそれに結集して、でそこで多分1年かけて働いた時に誰もそれを漏らさないでいられるか。多分絶対誰か言いますよ。俺原爆作ってっからみたいなって言い出して、防衛省予算と実際に使ってるのが違うじゃないかっていうのを野党がこう言い始めて、でマスメディアとかが防衛省で核って言ってないのに核を作ってるのはいかがなものかっていうので、ワイドショーとかでも与党はけしからんみたいな感じになって、でその与党に対しては外国はどんどんお金を払うっていう。要するにその日本に核を持ってほしくない国っていうのがいるんですよ。日本が仮想敵国としてる国なんですけど、でそうするとその国というのはメディアにお金を払って日本が核を作るのはいかがなものかというキャンペーンに後押ししてくれる。なのでメディアはそれを取り上げると儲かる。なのでメディアが取り上げて黙って核を作るのはいかがなものかっていうので、国民もなんか良くないことしてるよねっていうので選挙で核を作るというのを決定した与党が負けるっていう構造になるので、 1、2年で仮に作れる技術力があったとし
しても、1年間秘密を守るっていうのがまず難しいし、で、それが流れた後に野党がそれを攻撃するっていうのが耐えられるかっていうと難しいので、実質的には作れないんじゃないかなと思ってます。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。